はい、今回はミニ PC の革命デバイス、カダスマインドについてレビューしたいと思います。高性能なミニ PC は数多くあると、このカダスマインドという製品は良くも悪くも全くの別物。スペックやコスパを謳う PC とはまたちょっと違う、高品質なポータブル PC。しかも合体システムでゲーミングパソコンにもなっちゃうという。個人的にはかなり面白いパソコンだと感じており、久々にワクワクしながら今もめちゃんこ使ってるパソコン。他社のミニ PC とか Mac mini とも比べられない一風変わったパソコンですね。そんな今回の変態パソコンはメーカーによる提供品。とはいえ言いたいことが言えないならポイズン。今回もそんなことはお構いなしにレビューしていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、それではまずこのカダスマインドのメリットの話から。カダスマインドは非常にコンパクトで見た目が良い。一見すると外付けハードディスクケースなんじゃないかなと思うほど薄型で、厚みはわずか2センチ、重量も約 450g しかありません。一般的なミニ PC って箱型で安っぽい形状のものも多いのですけど、これはカード型でちょっと大きなスマホみたいな感じ。まあスマホと比べちゃうとでかいんですけど、タブレットよりは小さい。これ iPhone 15 Pro。こちらは Google Pixel 9 Pro。これは iPad mini。片手ほどのサイズで非常に薄いから、限られたデスクスペースでも設置も簡単。アルミ製で高級感もあるし、排熱性にも期待ができる。まさに Apple 製品みたいな質感で、Mac mini と比べてもだいぶ小さい。何よりこのサイズで Windows パソコンが動くってのがロマンでしょう。で、このサイズなのに最新世代のインテル Core i7 を積んでおり、さらにメモリも 32GB、SSD も 1TB もあるという申し分なさ。私のは旧型マインド1のプレミアムモデルでこのスペックなのですけど、最新デバイスのマインド2や上位モデルのマインド 2S ならメモリ 64GB で SSD2TB モデルも選べますからね。まあ私の旧型モデルでも日常作業としては十分すぎるスペックがあり、例えばシネベンチではマルチで9000点オーバー、シングルでも1500点超えのスコアが出るほど強力。しかも高速な M.2 SSD で読み書きも早い。マルチタスクも余裕であり、めちゃくちゃサクサク動いています。さらに Wi-Fi 6E にも対応しており、通信速度も爆速なので、クラウドストレージや NAS とのデータ同期もスムーズ。動画のストリーミングやクラウドゲーミングも快適に楽しめるのです。まあこのサイズでここまでできるってだけで結構驚きなんですけど、しかもこれだけではないですからね。続きます。はい、2つ目のメリット。カダスマインドは USB 給電に対応しており、バッテリーも内蔵しています。ミニ PC って本体は小さいのに電源アダプターがやたらでかいとか、専用の AC アダプターが必要だったりもするのですが、カダスマインドはパワーデリバリー対応の Type-C 端子を搭載しているので、65W の USB 充電器さえあれば使えるし、パワーデリバリーに対応したモニターからそのまま給電もできるのです。ケーブル1本で映像出力と電源の両方が賄えるので、机周りの配線も超スッキリするし、外に持ち出す時もわざわざアダプターを持ち歩かなくて良いわけ。しかもカダスマインドは 5.55Wh のバッテリーも搭載しているのです。この内蔵バッテリーはパソコンを動かすものではなく、万が一の時にパソコンのデータを保護するためのもの。無停電電源装置、いわゆる UPS 的な役割を担ってくれるのです。電源が遮断されてから最大25時間までスタンバイもできるから、急に停電した時やコンセントが抜けたりしてもデータを保護してくれる。一般的なパソコンなら停電で作業中のデータがぶっ飛んでしまうところ、カダスマインドなら内蔵バッテリーで安全にスリープしてくれるわけ。また USB 給電やスリープ対応できることで複数の拠点でも使いやすくなります。例えば家とオフィスを行き来するときでもスリープのまま持っていけるから立ち上げの手間も減るし、大画面ディスプレイにケーブル1本接続するだけで使えるデスクトップ PC を気軽に持ち運べる感覚ですね。ただ小さいだけの据え置き PC ってわけではなく、持ち運ぶことまでちゃんと考えられているのがこのカダスマインドというパソコンなのでした。はい、続いてのメリットは唯一無二のドッキングシステム。これがカダスマインド最大のメリットです。この超コンパクトな本体を様々な拡張パーツと合体させることで全く別の PC として使えるようになる。これがとにかくめちゃくちゃ面白い。例えば本体にマインドグラフィックスをドッキングするとゲーミング PC として生まれ変わるのです。カチッと固定するだけ。この時点でだいぶテンションが上がる気持ち、共感していただけますでしょうか？ファミコンのディスクシステムとかメガドライブのメガ CD、あるいは PC エンジンの CD ロムロムみたいな若かりし頃のあのワクワク感を思い出すエモいですね。
で、このマインドグラフィックスってのは、外付け GPU ユニットみたいなもので、見た目もかっこよくて、しかもステレオスピーカーまで内蔵しています。普通のゲーミングパソコンと比べても超コンパクトだし、小スペースなゲーミング環境が一瞬で作れる上に、インテリアとして置いておいても違和感がない美しさ、かっこよい。このコンパクトさでデスクトップ PC と普通に戦えるってやばい。Mac Studio と比べてもだいぶ小さいですからね。カダスマインドを拡張できるマインドモジュールは、このマインドグラフィックスだけでなく、マインドドック、今後はマインドエクスプレイやマインドトークとか、マインドスタジオディスプレイも登場予定。家でも仕事場でも外でも小さい本体一つで柔軟に対応できる、合体できるっていうロマン。ノート PC でもなく、ミニ PC でもなく、デスクトップ PC でもなく、スマホやポータブルゲーミング PC でもない。Mac mini や MacBook、Steam Deck とも別物であり、マインドエコシステムを採用した全く新しいコンセプトのドッキング PC だということ。だからこそ変態的な魅力もあるし、この発想が面白いし、私はワクワクしてしまうのでした。はい、続いて私が感じたカダスマインドのデメリットについても正直にお話しできればと思います。一つ目はやっぱりマインド本体だけだといまいちという点ですね。どうしてもドッキングが前提のコンセプトなので、本体単体で使うなら割と微妙だと思いました。もちろん単体でも超小型でデザイン良くって高性能という魅力はあるんですけど、ドッキングできるのが最大の売りなわけで、これを使わないと結局ただのコンパクトなミニ PC にしかなりません。これだけだと弱いし、実際使い勝手もあんまり良くないですからね。というのも、薄くて小さいってことは拡張性がどうしても犠牲になるのです。一般的なミニ PC と比べても IO ポートが非常に少ない。搭載しているのは USB Type-C が2つ、USB-A が2つ、HDMI が1つの合計5つのポートのみ。マインド1からマインド2へ端子のスペックは高性能になってますが、端子の数は変わってませんからね。ドッキングしないなら MacBook 並みにポートが少ないマシンであり、カダスマインドはイヤホンジャックやスピーカーも内蔵してないのも痛い。結局のところドッキングステーションが必要となるし、他社製のミニ PC の方がインターフェースは豊富。例えば Geekom や B-Link、ミニズフォーラムといったミニ PC はデスクトップ PC 並みのインターフェースを搭載していて結構安く買えちゃいますからね。また本体の拡張性もほとんどゼロに近くて、メモリはオンボードであらかじめ容量を選んでおかないと後からは増設できません。SSD のみ乾燥できるけど、長さ 30mm という2230サイズ。2280みたいに普及している SSD が使えないので、SSD のコスパも悪くなりがち。あと、極薄の筐体ということで、排熱にはどうしても不安がつきまといます。普段使いなら問題ないとは思いますが、今回のようにスペック検証しまくれば本体も熱くなりますからね。多少のゲームや重めの処理もできるとはいえ、私はこの薄型ではやりたくないのが本音。こういった拡張性や排熱性のデメリットはノート PC とて同じこと。コンパクトさとのトレードオフとなるのは仕方ないでしょう。ちなみに Mac mini と比較されがちの外観ですが、OS が違うのはもちろん、インターフェースも結構違うので、実際の使い勝手はだいぶ違うと感じています。Mac mini は Type-C 端子が5つもあり、そのうち Thunderbolt 4が3つと、周辺機器を Type-C で揃えている場合はとても便利に使えるのですけど、USB-A やディスプレイポートを使いたい場合は困るんですよね。一方、カダスマインドは Type-C が2つのみであり、拡張ドックで増やせるのも USB-A と HDMI が多く Type-C 接続が非常に少ないです。このあたりは手持ちの周辺機器次第ってのもありますが、この辺の専用ドックとマインドモジュールのメリットデメリットについては後ほど詳しく解説したいと思います。はい、続いて2つ目のデメリット。カダスマインドはコストパフォーマンスが微妙です。ドッキング前提の設計というのは先ほど申し上げた通り。ドッキングしないなら他社のミニ PC を買った方がコストパフォーマンスは高いし、ドッキングするならするで本体プラスドックの価格が必要となりますからね。カダスマインドの本体自体も7、800ドルとやや割高で、マインドドックが179ドル、合計1000ドルと見積もっても約15万円。カダスグラフィックスは1000ドルから1100ドルなので、セット購入するとなると2000ドル前後。円安となった今、25万から30万円くらいの金額になってしまうのです。同じ金額を出すのであれば、ワンランク上のグラフィックボードを積んだゲーミング PC も買えるんじゃないかなと。そもそもゲームをやらないなら Windows じゃなくても良い。
M4Mac mini や Mac Studio という選択肢もありますからね。もちろん Mac でもスペックを盛ればすぐ30万円コースになりますけど、ドッキングするつもりがないならこれはこれでコスパが高い。USB に映像出力と給電機能が確実についているのがサンダーボルトですからね。Mac ならサンダーボルトがいっぱいついてるし、いや本当 M4Mac mini は完成度が高いし、Apple デバイスゆえの安心感もあると思うのでした。はい、最後のデメリットはサポート面に不安があることですね。カダスマインドを作る企業、シンセンウェイシオンテクノロジーが設立されたのが2014年。カダスブランドとしては2016年に本格始動したばかりのまだまだ新しいメーカーなのです。老舗のパソコンメーカーに比べると保証やサポートがどうなのってのは未知数。実際マニュアルの日本語訳とかはちょっと怪しい部分があるし、ドッキングという独自システムもあるので、普通の Windows パソコンより癖があるというのも否めません。カダスマインドアプリをインストールする手間があったり、スリープ復帰がうまくいかなかったり、ドックを認識しなかったり、こういう細かい不具合や戸惑うポイントがないといえば嘘になるでしょう。もちろんカダスは怪しいメーカーというわけではなく、Google や Intel とのパートナーシップを築いてきただけでなく、これまでシングルボードコンピューターの分野での実績もある。それゆえにこんなにコンパクトなパソコンも作れるし、キックスターターで約70万ドルも調達できたのも、ブランドの実力が認められているからだとも思っています。実際、カダスマインドも国際的に評価されているし、マインドグラフィックス、マインド2、マインド 2S と順調に新製品も発売されているので、今後も続いていくんじゃないかという希望。製品保証も2年保証とちょっと長めについていますからね。ただ、尖った製品であることは間違いないし、定番の PC ってわけでもありません。少なくともサポートがとか気にする人はやめた方が良いとも思いました。はい、ここからはカダスマインドのドッキング製品、マインドモジュールについて。カダスマインドはマインドエコシステムが最大の売りであり、本体を単体で使うよりもドッキング前提で使うべきだよってのがここまでの話。実際、マインドモジュール次第で使い勝手も大きく変わるとも感じています。2025年の3月現在、発売されているマインドモジュールはマインドドックとマインドグラフィックスの2つのみ。というわけでこれらマインドモジュールを実際に使ってみてどうだったのかって話をしたいと思います。まずはマインドドックについて。これはカダスマインドをドッキングすることで IO ポートを拡張できる、いわば専用のドッキングステーション。背面には 2.5Gb イーサネットの LAN ポート、HDMI2.0 が2つ、USB3.2 ジェネレーション1が2つ、そして電源供給用の USB-C ポートがあります。フロント側には USB-A3.2 ジェネレーション1が1つ、ヘッドホンジャック、SD カードリーダー、手前に SD カードリーダーがあるのは地味に嬉しいポイントですね。さらに正面から向かって左側に指紋認証、右側には音量調整用のダイヤル。あと左右にスピーカーも内蔵されています。このサイズにしては音も悪くなく、指紋認証に対応できるのもありがたい。まさに全部入りって感じのドッキングステーションですね。電源は 65W の USB パワーデリバリーを使う仕組みでマインド本体と共通。ドックから電源を挿してマインド本体にも給電してくれるから、本体側の USB-C ポートも開くし、配線も増えないのも良いですね。ただ、ドック側の USB-C ポートは給電専用なので、映像出力やデータ転送にも使うことはできません。というわけで、このドックの最大の難点は USB-C ポートが増えないこと。USB-C ポートの数は本体側の2つのみのまま変わらないのです。ドックの HDMI ポートも HDMI2.0 止まりなので最大 4K60Hz まで。ディスプレイポートもないので 4K120Hz みたいな高リフレッシュレートの出力は本体側の USB-C から直接モニターにつなぐ必要があるのです。まあ作業 PC で 4K120Hz を必要とする人ってのは稀かと思うのですが、最近は高リフレッシュレート対応のディスプレイも増えてますし、GeForce Now Ultimate で 4K120Hz 出力のクラウドゲーミングが楽しめるだけにこの辺はちょっと惜しいところ。タイプ C 接続でディスプレイ接続をしている場合も、ドック側にそのポートがない分、ドッキングしてからカダスマインド本体側にケーブルを挿す手間が増えるなとも感じました。はい、続いてマインドグラフィックスを使って気づいたことについて。このデバイスは一言で言うと、外付け GPU プラスドッキングステーションが合体したような製品となります。ポート類は非常に充実しており、HDMI 2.1A ポートが2つとディスプレイポート 1.4A が1つ。
どれも 8K60Hz や 4K240Hz まで出力可能で、USB ポートや 2.5GB イーサネット LAN、SD カードリーダーも使えます。フロントには 10W のステレオスピーカーも内蔵しており、音も悪くないし、側面にはボリュームボタンと指紋リーダーもある。先ほどのマインドドックに比べるとポート類のスペックも高く、ドッキングステーションとしてもなかなか高性能なんじゃないかなと。中身も GeForce RTX 4060Ti を内蔵と GPU スペックも十分なのに超スリムで本体も 2.6kg ほど。自作 PC に比べてもだいぶ軽量コンパクトで持ち運べるぐらいのサイズでゲーミング環境が手に入るってわけです。肝心の GPU 性能もこれがなかなかすごくて、重量級のゲーム、サイバーパンクなんかもフレーム保管機能をオンで 4K 高画質で高フレームレートでプレイも可能。これには私も驚いた。ただ最新の AAA タイトルだとちょっと厳しくなり、例えばモンスターハンターワイルズのベンチマークスコアは 4K 高グラフィック設定だとちょっと厳しい数値。黒神話悟空とかも 4K だとちょっと難しいかなと。まあ言っても RTX4060Ti ですからね。最高スペックでなければ最新タイトルも十分楽しめるレベルでしょう。個人的には AAA タイトルはクラウドゲーミングで遊んでしまうので、Xbox クラウドゲーミングや GeForce Now に対応してないゲームがこのカダスグラフィックスで完璧に遊べるってのが最高なんですよね。GeForce Now が対応していないマイナータイトル、インディーズゲームとかをローカル GPU でしっかり動かせるのが素晴らしいなと。インディーズゲームならこれぐらいの GPU スペックがあれば十分快適に動かせますからね。カダスグラフィックスで気になった点は電源ボタンがないので電源を挿すと常に待機状態になること。マインドリンクによるプラグ&プレイが可能とはいえ、合体するときは一旦電源を落としてから接続した方が安心。その方が不具合もないと感じています。個人的にはオーディオ端子もフロント側より後ろ側に欲しかったですね。スピーカーの音も悪くはないとはいえ、ポータブルオーディオレベル。ちょっと私には物足りなかったので、スピーカーは Bluetooth で接続して、ヘッドホンは USB ダック経由で使っています。あと、グラフィックモードの換装もできないので、拡張性がないです。だからこそ、このコンパクトさになってるわけで、この辺もサイズ感と合体ロマンとのトレードオフですね。そして何はともあれ価格。カダスグラフィックスは$1000から$1100であり、日本での市場価格は15万円程度となかなかの金額。この価格を許容できるかってところが一番のネックポイントでしょう。まあデスクトップ向け 4060Ti の相場が6万円くらいで、ドッキングステーションが約3、4万円。外付けの GPU ケースや電源、スピーカーまで考えると、そこまで悪くはない価格なんじゃないかなとも思いました。はい、それでは今までの話を踏まえ、実際私がどのようにカダスマインドのドッキングシステムを使っているのかって話を最後にしたいと思います。ドッキングシステムが便利とはいえ、使ってみるまではその便利さもよくわからなかったわけで、具体的な活用事例を参考までに。まず大前提として、カダスマインドは持ち運びに特化したパソコンだということ。従来のミニ PC との違いは、ドッキングシステムによりデスクトップ環境を簡単に切り替えられること。マインドモジュールがあるおかげで、家でも仕事場でも本体を移動してカチッと合体するだけ。これだけですぐにデスクトップ PC として作業できるようになる。ノート PC のように持ち運べて、より快適な環境で作業できるのが便利なのです。サブ PC を各拠点に置いておくというよりもメイン PC を持ち運べて各拠点で使えるイメージ。かくいう私はメイン PC を持ち運びたいがために MacBook をハイスペックにしていたこともあるのですよね。でもこれ結局家でも仕事場でもクラムシェルでしか使わないし、何よりコスパが超悪い。一体型のノートパソコンって高額であり、全部入りにするほど故障リスクも高くなる。そもそも私にはバッテリーもディスプレイもいらないのですよね。そういった流れもあって結局 Mac mini や Mac Studio を使っているのが今。各デスクに Mac を配置して、それぞれの Mac に同じアプリをインストールして設定しておく。頻繁に使うデータはクラウドで同期し、一時的に使う大容量データを外付け SSD で持ち運ぶというスタイル。で、このような仕組み、カダスマインドなら本体だけ持ち運べば解決するのです。内蔵 SSD は大容量だし、本体は一つなのでパソコンごとにアプリの設定の手間もないし、アプリのインストール台数制限も関係なくなるというわけです。素晴らしいですね。例えばメインデスクにマインドグラフィックスを置いておけば、がっつり作業や高スペックゲームもこなせる高性能 PC になるし、自宅ではマインドドックを置いておいてドキュメントワークをこなしたり、
カラスマインド本体は USB Type-C による給電と映像出力にも対応しているので、Type-C に対応したモニターにケーブル1本で接続して、モニターをドッキングステーション代わりに使うこともできる。スーパーウルトラワイドディスプレイもケーブル1本で接続できるし、ウルトラワイドのデュアルディスプレイもケーブル2本だけで済んでしまう。XR グラスをつないで超コンパクトな環境を構築したりもできるし、やろうと思えば 65W のモバイルバッテリーだけでも起動できる。デスクの上にディスプレイがなければ超小スペースだし、広いデスクで書類を散らかしたい時にも役に立つ。XR グラスって基本ミラーリングなので、ノート PC だとディスプレイ側を見られないように工夫する必要もあったりと、没入できるからこそ気をつけなければならないし、いや本当 MacBook で XR グラスも使わなくなりましたからね。私は仕事場にも自宅にもスクリーンを設置しているので、そこにカラスマインド本体だけを持って行って、HDMI 経由でプロジェクター表示したりもできる。大画面でデータを表示してプレゼンしたり、映画やゲームを楽しんだり。繰り返しますが、GeForce Now Ultimate を使えば、この PC の GPU 性能に関係なく、高品質なゲームをストリーミングプレイができますからね。Wi-Fi 6E の高速通信で、ワイヤレスで 4K 高画質ゲーミングもぬるぬる快適にプレイできてしまう。この小さい筐体で、この大画面で 4K ゲームが動く未来感、ゾクゾクする。あと、カラスマインドを使うことで Windows 環境にさっと切り替えられるのも便利だなと。先ほどマインドグラフィックスとマインドドックは Type-C が少ないのが難点と言いましたが、逆を言えば HDMI 端子は豊富なので、Type-C は Mac 側で使って HDMI やディスプレイポートはカラスマインド側で使うという方法が取れる。同じモニターを Mac と Windows で共有できるってのも良いのです。いずれにせよ、モニター、テレビ、XR グラス、プロジェクターと映像を映す手段を持っている人なら色々と楽しめますからね。ノート PC のディスプレイがいらないって人、ノート PC で不便を感じている人にも、カダスのマインドエコシステムは刺さるんじゃないかなと思いました。はい、最後にまとめです。カダスマインドはドッキングして使うことが前提であり、正直普通のパソコンとして使うのが目的なら、他社のミニ PC の方がコスパが高いと感じました。ただ、カラスマインドには他の PC にはない機能が多く、ノート PC やミニ PC とも違ったまた新しいジャンルのポータブルミニ PC だということ。比較しようにもできない唯一無二の変態パソコン。こんなん他にありませんからね。ポータブルに特化した超コンパクト PC であり、バッテリー内蔵、USB パワーデリバリー 65W で動作するのも素晴らしい。中でも特筆すべきはやはりドッキングシステム。カダスグラフィックスと合体することでゲーミング PC としてちゃんと使えるようになるし、しかもこのサイズで RTX4060Ti が使えるってロマンしかない。ただの変態でもなく、面白いし見た目もかっこよい。デザイン性と実用性も兼ね備えているってなかなかいませんからね。単なるミニ PC と考えても完成度は高いんじゃないかなと。まあパソコンってどうしてもスペックで比較しちゃうんですけれども、スペック云々じゃなくて遊び心というか、これ使ってみたいって気持ちが湧く仕組みもとても重要なんじゃないかなと。結局のところ使いたいと思うか、所有欲を満たしてくれるかってところだと思うんですよ。ドッキングしてどう使おうとか、どこに何を置いてやろうって私結構楽しかったですからね。そういったことに魅力を感じるなら、ぜひとも触ってみてほしいなと。今後、マインドモジュール製品が増えていけば、ドッキング先を入れ替えたり、複数のカダスマインドを家族で使い分けてドックだけ共有したりと、マインドエコシステムが普及するほどに面白くもなっていくはず。そんな期待を含め応援したい。今後、一つのジャンルとして確立してほしいと思うのでした。というわけで今回はこの辺で、おしまい。